皆さん、こんにちは。未来予想2045へようこそ。私たちの YouTube チャンネルにお越しいただき、ありがとうございます。2045年という未来の世界を想像してみてください。技術の進歩が著しく、私たちの生活は大きく変化しています。このチャンネルでは、未来のトレンドや予測、革新的なテクノロジーについてお届けします。今回は食虫植物について取り上げていきます。食虫植物の進化は、その生育環境に由来しています。これらの植物は、一般的に栄養が少ない湿地や酸性土壌などの限られた環境で生育しています。このような環境では、土壌中の栄養素が不足しており、植物は生存に必要な栄養を十分に取り込むことができません。このような栄養不足の環境で生き残るために、一部の植物は進化の過程で食虫特性を獲得しました。食虫植物は昆虫や小さな無脊椎動物を捕まえ、養分として消化します。これにより栄養不足を補うことができ、厳しい環境での生存に適応することができるようになったのです。食虫植物の具体的な進化のメカニズムは複数存在しますが、以下のような過程をたどったと考えられています。まず、栄養不足の環境で生育する植物の中で、ある種の植物が根や葉などの一部を変化させ、特殊な捕虫器と呼ばれる構造を形成するようになりました。捕虫器は昆虫や小動物を誘引し捕らえるための仕組みを持っています。捕虫植物は様々な方法で昆虫を誘引します。香りや色、形状などの特徴を通じて昆虫を引き寄せるだけでなく、一部の種類の食虫植物は粘着性の液体や消化酵素を分泌することで昆虫を誘い込みます。昆虫や小動物が捕虫器に触れると、植物は迅速に反応して捕虫器を閉じます。捕獲された被捕食者は、窒息または消化酵素によって死に至ります。その後、植物は被捕食者の体を消化し、栄養を吸収します。食虫植物は栄養不足の環境で生育するために進化した特殊な植物です。食虫植物は、捕虫器官を通じて昆虫や小動物を捕まえ、栄養を取り込むことで生存しています。この進化は以下のような要因によって促進されたと考えられています。1、栄養不足の克服。栄養が不足している環境では、食虫植物は昆虫を捕まえることによって栄養不足を補うことができます。昆虫は豊富なタンパク質やミネラルを含んでおり、食虫植物はこれらの栄養素を利用して成長することができます。2、競争の回避。食虫植物が生育する湿地や酸性土壌などの環境は他の植物にとっては厳しい条件です。このような環境では食虫植物が昆虫を捕まえることで他の植物との栄養の競争を回避することができます。3、窒素利用の最適化。食虫植物は昆虫から豊富な窒素源を得ることができます。窒素は植物の成長に不可欠な栄養素であり、土壌中の窒素が限られている環境では、昆虫を捕まえることによって窒素利用を最適化することができます。4、生殖戦略の変化。食虫植物の一部は昆虫による花粉の運搬を利用して生殖を行います。捕虫器に誘引した昆虫が花に触れることで花粉が体に付着し、他の花に運ばれるのです。このような生殖戦略の変化により、食虫植物は生殖の成功率を高めることができます。食虫植物は自然界で特殊な生態系を形成しており、その多様な形態や捕虫器官は進化の産物です。これらの植物は厳しい環境で生育し、栄養不足を克服するために昆虫を捕まえることで独自の生存戦略を築いています。かつて、ある大陸に食虫植物が生まれたという物語が伝えられています。はるか昔、その地は貧しい土壌と厳しい気候に覆われていました。植物たちは栄養不足に苦しみ、生き残るために必要な栄養を得ることができませんでした。その中で、ある種の植物が自身の運命を変えるために進化を遂げたのです。ある日、その植物は根や葉を変化させ、特殊な構造を作りました。それが捕虫器と呼ばれるもので、昆虫や小さな動物を誘い込んで捕らえることができるのです。捕虫器は香りや色、
形状で昆虫たちを引き寄せ、彼らが近づくと一瞬で閉じるのです。この進化は、その植物たちに栄養不足を打破する力を与えました。捕虫植物たちは昆虫たちを捕まえ、彼らの体を消化し、貴重な栄養を得ることができたのです。栄養不足の厳しい環境下でも、彼らは生き残ることができるようになったのです。食虫植物たちはその能力を最大限に活かし、競争相手からの栄養の奪い合いを回避しました。他の植物たちは栄養が不足する中、食虫植物たちは昆虫たちを捕まえることで自身の生存を確保することができたのです。彼らの進化はただ栄養を得るだけではありませんでした。食虫植物たちは昆虫を誘引する花を探せ、それが生殖戦略の一部となりました。捕虫器に昆虫が触れることで花粉が昆虫の体に付着し、他の花へと運ばれるのです。これにより彼らの繁殖の成功率は高まりました。その物語は食虫植物たちが厳しい環境下で進化し、栄養不足を克服するために捕虫特性を獲得したことを物語っています。彼らの美しい捕虫植物たちは自然界に独自の生態系を築きました。捕虫植物たちが群生する湿地や酸性土壌は他の植物にとっては過酷な環境となります。しかし食虫植物たちはその厳しい環境を生き抜き、自身の個性的な姿と捕虫機構を持っていました。人は食虫植物の美しさと不思議さに魅了されました。彼らは植物の王国の奇跡とも言える存在となり、多くの人が彼らを育てることに興味を持ちました。人は適切な環境を整え、光や水、栄養を食虫植物に提供しました。捕虫器が誘引する昆虫を見つけるために、人は楽しみながら彼らとの関わりを深めていきました。そして捕虫植物の美しい花が咲き誇る様子に感動しました。食虫植物の育成は人にとっての新たな挑戦となりました。彼らは植物の成長に必要な要素をバランスよく調整し、捕虫植物たちが健康に育つように努めました。そしてその努力が実り、美しい食虫植物が彼らの手で花開くのです。食虫植物は自身の生存に必要な栄養を確保するために進化しましたが、同時に人によって愛され育てられる存在となったのです。そしてその美しさと神秘性は芸術や文学、科学の世界でも称賛されました。研究者たちは彼らの捕虫機構の仕組みを解き明かし、新たな発見と知識をもたらしました。食虫植物は生物多様性と進化の驚異的な証として人に永遠の魅力を与え続けるのです。食虫植物たちは私たちの世界で愛され育てられる一方で、自然界でもその存在は続いています。彼らは未だに厳しい環境で生き抜き、生態系の一部として他の生物との関わりを持ちます。昆虫たちは食虫植物にとって重要な栄養源であり、彼らの存在が食虫植物を取り巻く生態系の一翼を担っています。また、食虫植物たちは生物学的な研究の対象でもあります。その独特な捕虫機構や進化のメカニズムは科学者たちによって解き明かされ、新たな発見や理解が進んでいます。これにより、生物学や進化の分野においてさらなる知識の向上が期待されています。さらに、食虫植物は自然保護の観点からも重要な存在です。彼らは特定の生育環境に依存しており、湿地や酸性土壌などの貴重な生態系の一部を形成しています。その保護や維持に努めることは、生物多様性の保全や生態系のバランス維持につながります。ここまで食虫植物がどのようにして生まれ進化してきたのかを紐解きながら、彼らが私たちに与える魅力や重要性を伝えてきました。そして私たちは食虫植物の神秘的な世界に触れ、その美しさや進化の不思議さに感動し続けます。食虫植物は自然界の脅威の一つであり、その存在は私たちに自然の奇跡を伝え、新たな発見と感動をもたらしてくれるのです。食虫植物たちは私たちの心を捉え続け、未来の世代にもその神秘と魅力を伝えていくことでしょう。皆さん、今回の未来予想2045の旅はいかがでしたでしょうか？私たちのチャンネルをご視聴いただき、本当にありがとうございました。未来の可能性について一緒に考え、語り合うことができたことを嬉しく思います。これからも未来予想2045は最新の情報と予測を提供し、皆さんと共に未来を明るく希望に満ちたものにしていきたいと思っています。
引き続き、未来予想2045を応援していただければ幸いです。どうもありがとうございました。